今回のドローチューブはティムさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。まず、だいたい書きたいものを決めた後はオーラフを書きます。どこに何を配置するか、あとキャラクターのポーズなどを考えます。そこからもう少し正確に書き込んだラフを作成した後、色を計画します。最近は線画を使って描くのが好きなので、色が決まり次第、キャラクターの線画を描きます。背景は描く題材によっては線画を描かず進めることもあります。個人的に大切だと思うのは、キャラクターのポーズ、構図とそもそものアイデアですね。この3つの要素はできるだけ毎回いい感じに決めようとしていますね。自分の周りの環境から着想を得ることが多いです。現実でも少し人里離れたところや歴史があるような場所が好きで、そういったところが絵のインスピレーションになることはよくあります。基本的には先に絵の舞台を考えてからキャラクターについての思考を進めます。例えば伝書鳩の少女の絵も先に背景について考えました。あんな感じの屋根を描きたくて、後からそこにはどういうキャラクターが合うのかを模索しました。今住んでいるところにはああいう屋根がたくさんあるんですよ。今も窓の外を覗くだけで見えます。こういった身の回りの環境がこの絵のアイデアにつながっています。自分が住んでいる町、ドレスデンはとても気に入っていて、いろんな綺麗な風景があります。自然も建造物も、その2つが合わさっている景色もたくさんあります。ですので、散歩している時もずっとモチーフになりそうなものを探しながら歩いています。何かが見つかり次第、カメラやスマホで写真を撮っています。確かに基本的には背景から考えるのですが、こちらの絵は最初からメイドを描きたいと思っていて、描きながらどういう背景が雰囲気的に合うのかを考えていましたね。この絵の場合、背景はそこまで重要ではないですしね。基本的には舞台から考えますが、もちろん例外もあります。とにかくポーズが自然に見えることをすごく意識しますね。あとは何というか、キャラクターと全体的な構図の雰囲気が大切です。ですが、本当にキャラクターのみの場合はポーズが最も大切だと思いますね。例えば動きが硬く見えるポーズは自然ではないと思いますね。逆に言うと現実的ではないのに自然なポーズも存在します。例えばジャンプしているようなキャラクターが宙を舞っているポーズは現実的ではないですが、上手に描かれていれば自然になります。少し難しいですが、ポーズ全体に流れのようなものがあるのが大切です。もしくは何というかリズムがある感じですかね。四肢がすべて別の方向に動いて別の行動をとっているとどうしても自然には見えません。全体的な流れがあるといいです。個人的にはある意味現実逃避のようですが、自分がそこにいることを想像するのが好きです。自分はオープンワールド系のゲームもとても好きで、自分を別の世界観の中に投影するのが好きなんだと思います。
ですので背景を描くことは僕にとってはキャラクターを引き出すためだけの飾りではなく、実際に自分もそこにいたいと思えるような場所を作る作業なんです。同時に背景はキャラクターの設定を表現したり状況を説明できるので、キャラクターをより深く掘り下げることが可能になります。そういう意味ではキャラの服装などと同じ効果があると思います。背景とキャラクターはお互いを補完し合います。描いている最中はどうしても描いている部分に集中しているので全体が見えていないことが多いのですが、最後にいつも全体的な色調を調整します。例えば描いている時は全体的に全ての色が黄色寄りになっていても、改めて全体を見るまでそれはわからないことが多いです。ですので仕上げの段階ではいつもカラーバランスのスライダーを動かしてみて、加工されていない絵を比較しています。そうするといつも補正が必要な部分が見えてきます。僕は黄色寄りの色を使いすぎる傾向があるので、最終的に黄色い印象を補正することが多いです。それはバランスの問題だと思います。全体的な彩度が低ければ低いほど彩度が高めの色が目立ちます。重要なのは相対的な彩度だと思います。例えばこちらの駅の絵では赤色の彩度、特に影の中にある間接的な光に照らされている部分の彩度は結構高いのですが、それは現実でも見れる効果で、他は彩度は控えめになっています。その現象が起きるのは基本的にラフの段階だと解釈の余地があり、脳が勝手に書き込みの少ない部分をいい風に補正してくれるからだと思っています。書き込めば書き込むほど解釈の余地が減るので、どう書くのが最適かを知っていることが大切になってきます。そういう意味では、そこに何を書き込むのが一番いいのか、その知識が足りていないのが理由だとも言えますね。ですが、理論的にはラフでは解釈に委ねられる部分に最適な書き込みができれば、完成絵がラフを上回ることも可能なはずです。依頼内容はお絵描きイベントドローフェス3のメインビジュアルを描くことでした。このイベントはピクシブと日本のアニメ、漫画画風の絵がメインですので、制服少女や猫耳などそこから連想されるよく見るモチーフを描きました。構図に関しては全体的なリズムを大切にしました。キャラクターの女の子は真ん中にいて、額縁の谷の中にいるかのような配置にしたのですが、この場合のリズムは額縁による上に向かうような流れですかね。キャラクターを中心に交差する線はほとんどなく、すべてが上方向に行っています。さらに額縁はお絵描きイベントというモチーフも強調しています。全体的に斜めになっているアングルによって躍動感が生まれていて、宙を舞うようなポーズに合わせています。少し下から見上げるようなアングルも同じ効果をもたらせています。額縁を吊るしている光の糸は背景の余白を埋める効果もあり、さらに上に向かう感覚や躍動感を強調しています。額縁から飛び出るモチーフはある意味ステレオタイプ的にアニメや漫画、または日本の文化から連想されるものを選びました。海外から見た日本の人気なものなどを考えた感じですね。個人的な好みの影響も大きいと思います。例えば髪型などは個人的に好きなものにしました。ですがそれ以外にもキャラクターの周りの余白、いわゆるネガティブスペースを埋めて構図を支える効果もあると思います。
髪の毛の赤いインナーカラーはキャラクター、特に顔を強調しています。絵は全体的に青い雰囲気なので、そこだけに赤色を配置することで自動的に顔に向かって視線誘導がされます。色は光に運ばれるので、光に色がついている場合、その物体の色は光の色と混ざります。例えば赤い色は青い光と混ざると、カラーサークルのスライダーも青により色の系統が違うので、混ざる際に彩度も落ちます。逆に暖色系の色が暖色系の光に当たってもあまり彩度は下がりませんし、むしろ上がる場合もあります。寒色系の光が暖色系の光に当たると彩度は低くなります。こういった色彩感覚は普段から現実を見るときに色が環境によってどう変わるかを観察するだけで結構身につきます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いいたします。